さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、電子工作や電子回路から少し離れ、3D スキャンと造形工作がテーマとなります。3D スキャンによる 3D モデルの作成には、高価な専用 3D スキャナや、ライダーがついている iPhone の上位機が必要でした。しかし、最近フォトグラメトリと呼ばれる技術が目覚ましい進展を見せ、スマホやデジカメで撮った写真から 3D モデルを簡単に作れるようになりました。そこで今回は、最近 Android 版がリリースされた WiDAR という無料アプリで、味の 3D モデルを作成し、3D プリンタで実物大模型を作ります。それにタトゥーシールで写真を貼り付けて、3D 魚拓を作ります。では、始めましょう。WiDAR のサイトへ。概要欄にリンクがあります。ダウンロードをクリック。Android スマホの場合、Google プレイをクリック。インストールをクリック。OK。まあ、スマホを使っていればいつもの手順です。被写体を買ってきました。以前、別チャンネルで自分で釣ったメジナを 3D 魚拓化する動画をアップしたのですが、今回はスーパーで調達しました。前回はデジカメで撮り PC 上のアプリ 3DF ゼファーでスキャンしましたが、今回は Android アプリ WiDAR でのトライアルです。まず、デジカメで上からの写真を撮っておきます。これは表面に貼り付ける写真用です。もちろんスマホで撮っても構いません。回転雲台に味を乗せ回転させます。このアプリは被写体を回転させても、スマホ側を回転させても OK です。赤いボタンを押して撮影スタート。一定間隔で写真を撮ってくれます。いろいろ負荷を変えて100枚の写真を撮ります。撮った写真をアップロードします。3D モデルの生成はサーバー側で行われます。スマホ側の性能は関係ありません。使っているのは2021年製2万円台のスマホです。処理が始まりました。少し時間がかかります。しばらくご歓談ください。WiDAR は iPhone 版は以前からあったようですが、このアプリの人気が出たら混み合いそうですが大丈夫でしょうか。メッセージにあるようにずっと見てなくても大丈夫です。
データ処理が終わりました。結果をダウンロードします。これはすぐです。小さく見えてきたのが 3D モデルです。指で拡大してぐりぐり回してみます。セーブします。スマホ上で簡単な編集もできます。クロップで余分なところを切り取ります。取り囲む直方体の外側がカットされます。設定完了して実行。切り取られました。上書き保存。MP4 の動画と .obj や .stl など色々なデータ形式で出力できます。Google ドライブなどで PC に送れます。Google ドライブから PC へファイルを取り込みました。3D モデルの無料編集ソフトオートデスクメッシュミクサーです。3D プリンタで出力するため、データを検証修復編集します。メッシュミクサーにデータを読み込みました。.obj や .stl などが読み込めます。解析。検証。自動修復。データの不具合を直してくれるらしいです。裏側に蓋がされました。編集。面でカット。適用。以下同様にして、
カットしたので、切り口が開いています。もう一度自動修復。切り口が塞がれました。スカルプと、面でカットで取りきれない余分なところを引っ込めます。スカルプトとは彫刻という意味だそうですが、彫刻というより粘土細工に近いです。最後にまた自動修復をかけて完成。アルティメーカークーラ。3D プリンタに送る G コードファイルを作るスライサです。使用する 3D プリンタはクリアリティエンダー 3V2 ですが、クーラは他社製品にも対応してくれます。クーラに .stl ファイルを読み込みました。回転させるの平らに奥で横に寝かせます。なぜか斜めになったので、回転させるで修正。スケールするで実寸大に拡大。はみ出すと縞模様になります。斜めにして、プリント範囲内に収めます。黄金味ができました。インフィルやサポートブロッカーを設定してスライス。インフィルは 0% で空洞です。水色の部分がサポートブロックです。G コードファイルを保存。3D プリンタで出力します。
6時間かかりました。使用した PLA のフィラメントはとても硬いので、カッターや小刀では加工が難儀です。なので、超音波カッターで余分なところを切り取ります。少々お高いですが、買ってしまいました。中堅 3D プリンタと同じぐらいのお値段です。味入刀。バターを切るようにぬるっと切れます。できました。味の半身模型はできましたが、真っ白では実感がありません。そこで、これにデジカメで撮った写真を貼り付けます。これが、デジカメで初めに撮っておいた写真です。平面の写真を曲面に貼るため、タプーシールを利用します。タプーシールはその名の通り、本来はタプー的な絵を皮膚に貼るためのものです。ある程度伸縮性があるので、伸縮性のある不織布ガーゼに一旦貼り付け、それを味模型に貼り付けます。平面の写真を立体に貼るので、当然無理が出てきますが、ガーゼを引っ張ってヘリを合わせます。フォトショップで画像を加工します。周囲を味のヘリと同色に塗りました。これで、少しずれても目立たなくなります。曲面に貼るので、弦とこの比を求めます。幅方向は1.13倍。長さはそのままで大して変わらず、フォトショップで幅方向だけ画像を伸ばします。できました。これをカラープリンタでタプーシールの台紙に印刷します。見ている面が貼り付け面なので、裏返しにプリントします。プリントのサイズを確認。印刷面にフィルムを貼り付けます。このフィルムに白い下地と糊がついているので、それをコインなどでこすって、印刷面に転写します。昔ガムのおまけにこういうシールがありましたが、今もあるのでしょうか。
大判の不織布ガーゼを用意します。このガーゼは一方向だけ自由に伸びます。縦横両方伸ばせるよう斜めに貼ることにしましたが、これが少し問題を起こしました。フィルムを剥がすと、のり付きの面になるので、ガーゼを貼り付けます。余分なところを切り取ります。絵柄が見えないので、輪郭を描いておきます。のりしろに切り込みを入れます。必要なかった気がしますが、サーフェイサーを塗っておきました。木工用接着剤。ご存知の通り、乾けば透明になります。滑るぐらいにたっぷり塗りつけます。たっぷりの接着剤で滑るので、この時点での位置は大まかで構いません。台紙を濡らすと、シールから剥がれます。ガーゼを引っ張って位置を合わせます。前回のメジナでは、タプーシールを直接貼ったので、一発勝負でしたが、ガーゼのおかげで、引っ張ったり伸ばしたりができるようになりました。この時点で、下半身がだいぶ上にずれています。このため、味の特徴であるゼイゴがずれていたのですが、気がつきませんでした。ガーゼを斜めに貼ったので、幅方向にまっすぐ引っ張ってヘリを合わせても、中心線のゼイゴは水平には滑らなかったようです。ここでゼイゴのズレに気づきましたが、手遅れなので諦めました。目がはっきりしないので、アクリル塗料の黒を書き入れます。UV レジンで角膜を盛り上げます。
実物は食べてしまったので写真を参考に死んだ魚のくすんだ目を再現します。紫外線を当て硬化させます。できました。色合いが赤みを帯びて味らしくないので、クリアブルーとクロームシルバーを混ぜたクリアーを軽く上塗りしてみました。目はマスキングゾルを塗ってあります。この後、ヒレと頭部はアクリル塗料で薄くクリアの黄緑を筆塗りしました。UV レジンで水に濡れた感じに仕上げます。UV レジンを硬い筆で薄く伸ばしてムラをつけます。馴染まないうちに速効化。完成。同じ魚の塩焼きを。これも同様にして。100均の額に入れました。焼き魚の目も UV レジン。マグネット。どうでしょうか。以上、Android 版ワイダーで 3D スキャンして味の 3D 魚拓を作りました。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。